16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。整形外科医山田しおりの本音をつぶやく YouTube。 今回は背中の丸みについてお話したいと思います。皆さん人事ではないですよね。誰しも、背中の丸みとか姿勢が悪いとかいうことを人から指摘されたり、なんとなく自分で感じていたり、年齢とともにそれがだんだんに、強くなっていくななんていうふうに自覚したり、私ももちろん感じています。今日はそんなところ、いつもはちょっとお話しできないようなことまで含めてつぶやいてみたいと思います。私が神奈川県の相模原市で16号整形外科を開設してなんと16年経ちました。16年、それなりに長い時間の流れですが、振り返ってみると、一瞬であったような気もいたします。患者様にしてみれば、その頃60歳だった方は、76歳、70歳だった方は86歳、90歳の方は100歳超えてるみたいな、本当に最近外来にも90歳代の方、たまに100歳超えた方いらっしゃるんですね。で、こうなってくると、この整形外科の疾患としては、背中の丸みが出てくる骨粗しょう症、背骨が折れる圧迫骨折、さまざまな原因でこの背中の丸みというのが起こってきます。私はこの長い16年の間、もちろん患者様も年齢をとっていくんですが、自分自身も一緒に年齢をとっていく、一緒に長いマラソンを走ってるみたいな感じがして、そこはちょっと嬉しく感じたりもしています。ではこの、一緒に伴走してきた、マラソンを走ってきた、患者様たちがやはり年齢とともに感じるこの背中の丸みなんですが、これ皆さんどんな、印象を持っているのかというと、例えばですね、外来に来て身長がもう5センチ6センチ縮んでしまった、どうも私背中ちょっと丸くなってきた、姿勢が悪くなってきたと感じている女性の方がこうつぶやきます。あの方の背中は丸まっててすごいおばあさんっぽい、私もああならないように注意しなきゃね、でもどうしたらいいのかしら。また一方で、すでに骨粗しょう症で背骨がいくつか圧迫骨折を起こして潰れてしまった方、これは医学的に言うと硬蓄性炎肺といって、なかなか伸びるのが難しくなってくるケースなんですが、そのような方もやっぱりおばあさん臭いっていうのは背中の丸まった状態なのよね、まさか私そうなってないですよね先生、なんていうふうに聞くわけです。ここから分かることは、老けるとかおばあさんっぽい、おじいさんっぽい、年齢がいって格好が悪いことの代表は姿勢が悪いっていうことなんですよね。自分で思ってみてもそうですよね。だんだん身長が5ミリ1センチ縮まってきたな、そんな時背中丸くなってきた、体が伸びきらないとか、一方若い方でも今スマホ、ゲーム、さまざまなアイテムによってどうしても前かがみになることが悪くて、悪い不良姿勢になってしまう。スマホ一生懸命やってる姿を見ると、まるでおじいちゃんのような姿になってスマホを熱中してる。これって別に顔がシワシワになったわけではなくて、姿勢が悪いだけでそう見えてしまうんですよね。なので若かろうが
少しご高齢の方であろうが、姿勢が悪いっていうことはとにかく嫌なイメージ、悪いイメージ、かっこ悪いイメージにつながっていくわけです。だったら簡単。そうならないようにするためには姿勢を伸ばせばいいわけですよね。その姿勢を伸ばすということが皆さん結構難しいとか、もう私にはできない、私は今からやっても遅いんじゃないかと思っているんですが、全然そんなことないんです。気づいたところがスタートの日です。そこからやることで、実は私もやってみたんですが、ちゃんと姿勢って伸びるんですよ。そのやり方、ちょっと簡単に今日おさらいしちゃおうかなと思います。毎日私が外来で患者様に何人かには必ずお教えしている壁を使った姿勢を伸ばす体操チェック方法ご覧に入れます。これをちゃんとやった私自身、なんと姿勢が結構良くなりまして、患者様がですね、最近先生は姿勢がいい、私も先生のように姿勢伸ばしたいというふうにおっしゃっていただくんですが、私は実は子供の頃から父がいつも口うるさく言うぐらい姿勢が悪くて猫背だったんです。なので意識を持てば姿勢は良くなる、その簡単な方法をちょっとご覧いただきます。じゃあつぶやきと言いながら実践編になっちゃったんですけど、これは見るのが一番早いので、まずですね、壁さえあればできます。ご覧ください。かかとをしっかりと壁につけます。まずかかとですよ。かかとがついたらふくらはぎをつけます。ふくらはぎがついたら骨盤をつけます。骨盤がついたら背中、肩甲骨をつけます。そして頭をつけます。この時こうなっちゃうのはちょっとずるで、なるべく顎を引いていただいて後頭部がつくようにしましょう。でこの時におへそをぐーっと力入れて壁に押し付けるようにします。お背中が丸くなっているとどうしても頭が前に行って背中が離れてしまいますね。ですのでこの時に頭をつけようっていうのはダメで、必ず胸をしっかりと伸ばすことが大事です。胸が1回1日2日じゃなくていいんです。1週間2週間1ヶ月2ヶ月かけてでもいいので、胸をしっかりと伸ばして胸から伸びてきて、そして後頭部がつくように頑張ってやることです。このためにはしっかりとお腹腹筋に力を入れて背中を後ろ壁にくっつけるようなイメージでやってください。かなり丸くなってきた方はもしかすると2ヶ月3ヶ月やっても完全にはつかないかもしれません。それでもいいんです。こうなってたのがこうなったらだいぶ違うじゃないですか。それがまたさらに伸びたらもっと違う。段階的でいいので少しずつ胸を起こして頭が壁につくようにしていただくことが大事です。私と長く伴走してきた患者様、だんだん背中が丸くなる、老けた印象になる、おばあさんっぽくなる、おじいさんっぽくなる、とても悲しい。姿勢が悪くなってくるとなんとなく気分も明るくなれなくて塞いでしまう、家から出なくなる悪循環なんですね。胸を張る、気持ちが良い、外に出かけていこう、お友達とお話をしたり社会に参加しよう、こういった心身の健康がとっても大事ですので、皆さん少しずつ努力を積み上げてください。毎日やることが何よりも効果が出ます。私の患者様は、ゲートボールに行くと背中が丸いとお友達に言われていましたが、2ヶ月頑張ったらゲートボールの日、皆さんがなんか何々さんちょっと背中伸びてきたねというふうに言われてとっても喜んでました。
これは決して特殊な体験ではありません。誰でもやればできます。今日思いついたら今日からやることが大事です。壁があればできるので頑張ってください。よろしくお願いします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。